今回は人間用のアイラッシュをドール用の長さに調整してみたいと思います。ダイソーさんとセリアさんで手当たり次第にアイラッシュを購入したんですけども、例えばこのアイラッシュとかもそうですし、このアイラッシュもそうなんですけども、ドールにつけるにはちょっと長いんですよね。以前の動画ではこの長さのままですね、つけて結構長かったんで、先を切ったんですけども、先を切るとですね、せっかく先が細くなってるところが太くなってですね、見栄えが結構悪くなるので、って思ってたんですけど、一つやり方を思いついたので、それをご紹介したいと思います。今回使うものは全部100均で揃うんですけども、ハサミ、こういうクリアファイル、縫い物用の黒い糸、セロハンテープ、またはマスキングテープ、木工用ボンド、爪楊枝ですね。これがあればできます。まずアイラッシュを取り出して、この台紙から取ってですね、この台紙のところについてるときに粘着のネバッとしたのがついてるんで、これを取らなくてもいいか。ちょうどこの粘着力のあるものが使えそうなんで、こんな感じで取ります。このアイラッシュウルトラしっかりボリュームというもので、かなりまつげが長いのでですね、これをドールにつけるとケバケバしい感じになっちゃうんで、粘着力がついてるんで、それをそのまま活かしてですね、この根元の部分がまっすぐなるように貼っつけてます。正確にまっすぐにする必要はないと思うんですけど、これがずれないように今度テープを使ってですね、この端を軽く留めます。はい、留めました。留めたらですね、今度どうするかというと、この糸ですね、ちょっと近づけましょうか。この長さをですね、揃えるとき、長さを短くするときに、この根元を切っちゃうと、当たり前なんですけど、バラバラなんでですね、そのままほつれちゃうんですけど、要はここにですね、糸を1本通して、木工用ボンドで留めてあげて、このまとまってるここの部分と同じ機能を果たすものを追加してあげるっていう、そういうことなんですね。ここでやるときに、まつげの長さがどれくらいかっていうのをあらかじめドールのヘッドにセットして決めておく必要があるんですね。例えばこのアイラッシュですと、左側が短くて右側が長いんですけども、それをそのままの長さで活かしたいっていうんでしたら、ここの線と水平にこの糸をセットしてボンドをつけてあげると、元々のアイラッシュと同じ角度のまつげができるんですけど、この長さをですね、均等にしたいって言ったら、ちょっとこの糸を斜めにしてあげて、左と右の長さが同じぐらいになるようにすると、均等のアイラッシュが作れるんで、そういう調整もできると思います。今回は分かりやすいようにですね、水平に作っていこうと思います。糸を適当な長さに切ってですね、ちょっとイメージするような長さのところに置いてあげます。で、これの長さが決まったらまた同じようにですね、セロハンテープとかマスキングテープで位置を決めてあげます。正確にやるんでしたら 5mm とか決めてあげた方が左右バランスよくなると思うので、その前にこれがずれてますよね。これそもそもこんな感じで、糸はなるべくまっすぐ、ピンピンに貼る必要はないんですけど、まっすぐですね、やっといた方が後々いいと思います。で、緩んでたらここから引っ張ってあげて、また貼り直してあげるとピンピンに貼れるんで、余分なところはカットと。いいか。同じようにですね、このアイラッシュも糸をですね貼っていこうと思います。
でこの糸なんですけども、アイラッシュと同じ色がいいと思うんですけど、なるべくですね細い方が良かったですね。なんでかっていうとですね、余分な部分を切ってこの端をアイホールの裏側に貼り付けるんですけども、あんまり太い糸ですとアイホールの裏でですね、こうなんていうんでしょう、その糸が邪魔して付けづらいんで、このアイラッシュもそうなんですけど、このアイラッシュもこれだけ根元が太いと付けづらいんですね。だから細い糸、この普通のミシン糸でいいと思うんですけど、あまり太い糸じゃない方がいいですね。ちょっと分かりづらいですけど、アイラッシュの上にですね、ここの紐が上に乗っかってるような状態になりました。じゃあ次にですね、どうするかというと、この木工用ボンドを使って、この部分ですね、糸を乗せた部分に木工用ボンドを塗って、この一番根元の部分と同じ容量のものをですね、ここに作ってあげます。これもすごい簡単です。適量のボンドをですね、クリアファイルに取ってあげて、この糸の上にこう塗るように、アイラッシュと糸がくっつくようにですね、木工用ボンドを塗っていきます。多少汚くても木工用ボンド透明になるので全然問題ないので、まずですね、こっち側ですね、糸の上の方を重点的にまず塗っていきます。で塗りすぎかなと思ってもですね、木工用ボンドは水性で乾くとですね、かなり量が減るので、全然つけすぎでも足りないぐらいですね。こっちの根元の方ですねも一応つけておきます。ここは切ってしまうのでいらないんですけど、後で切る時に固まってないと切りづらいかもしれないので、はい、これがまず第一段階ですね。そしたら今度下側ですね、この下側にもですね木工用ボンドを塗ってきちんと糸がですねくっつくようにします。ドール用のアイラッシュって少し高いんですよね。確か300円とか500円とかすると思ったんですけど、失敗した時に結構痛いじゃないですか。500円って100均だったら失敗してもいいかっていうとちょっとそんなことはないんですけど、失敗した時に痛手が少ないので100均のアイラッシュをずっと使ってたんですけど、でこの長さだけですね、いつも悩んでいて、こう短くつけて余った部分をカットするとかしようかなと思ったんですけど、それだと作業しづらいんですよね。だからどうやってやろうかなと思ったんですが、 SD 風メイクのやってる時にちょっと思いついたんで、こんな感じですね。下側につきました。糸の真下にもきちんとボンドがつくように、この糸をですね少しこう動かしてあげます。そうするとこの木工用ボンドが馴染んでくれるんで、もし緩んだなと思ったらこれを引っ張ってあげればピンピンに貼れますから大丈夫です。で使うところはこの残った部分ですね。あんまりセロハンテープを多く貼りすぎちゃうと使える部分が短くなっちゃうんで、使える部分が残るぐらいこう残してセロハンテープ貼る感じです。でこれをですね全部にやっていきます。これだけです。とても簡単なんですね。こんな感じで塗れました。糸のところにつけたボンドが乾くとですね、だんだん引けって言って水分が蒸発してボンドの量がだいぶ少なくなるんですね。ただですね、1回塗っただけでも結構しっかり止まってるんで、もし心配でしたらこの状態でさらに塗ってあげてもいいと思うんですけど、あんまり太くするとですね、また今度つける時にこの部分が邪魔になるので、あんまり太くならないように1回ぐらいでいいかなと思います。木用ボンドは自然乾燥させてもいいんですけど、ちょっと時短のためにですね、ドライヤーで乾かしてみます。ドライヤーで乾かすと多分10分か15分ぐらいで乾燥するので、やってみます。ドライヤーで15分、自然乾燥で15分、30分ぐらいで固まりました。それで固まったらですね、このクリアファイルから剥がしてあげて、これを取ります。
りあえず全部取りますね。こう綺麗に剥がれるんですけど、これはクリアファイルがですね、ポリプロピレンという素材でできてるんで、木工用ボンドが綺麗に剥がれるので、クリアファイルがなければですね、タッパーの蓋とか、そういうのを活用するといいと思います。はい、こんな感じでセロハンテープが取れたら、余分なところを大胆にカットしていきます。除菌。両端が切れたら、今度はですね、この貼り付けた糸のこの間際のところまでカットします。こっちの出っ張ってる側を切っちゃうと、せっかく糸止めたのに意味なくなっちゃうんで、こちらのこっち側ですね、画面右側の方を切っていきます。はい。でこれでですね、まつげを引っ張ってもまつげ抜けないと思うんですね。ここでもしまつげが抜けたらボンドがうまくついてないので、ちょっとやり直しになってしまうんですが、やり直しにならないようにもう少ししっかりつけてもいいと思います。2回つければほぼ間違いないでしょう。なのでこれを全部ですね、同じようにカットしていきます。同じまつげがないので比べられないんですけど、かなり短くしたんですね。もしですね、これでもまだ長いようであれば、また糸を乗せてボンドで留めてあげればもっと短くできるので、試しにですね、コロネさんに仮止めしてみるとどういう風になるかっていうと、今長さ調整してないのでかなり強引なんですけど、こんな感じでまだまだ長いですね。もっと短くしてもいいですね。なのでこれを好みでですね調整すれば、人間用のアイラッシュをですねドール用の適度な長さに調整することができるので、もしですねこの人間用のアイラッシュでちょっと長さが長いなっていう方がいらっしゃったら、こういうような調整方法がありますので、是非試してはいかがでしょうかというような簡単な動画でございます。ちょっと順番が前後してしまってるんですけども、 SD 風のメイクをしてる動画がこの後に作ってるんですけども、その中でもですね短くしたアイラッシュをつけるっていうところがありますので、もしご興味あれば合わせてご覧になっていただければと思います。はい、ということで今回はアイラッシュの長さをドール用に調整するという動画でございました。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。